WPT メインイベントですね。多くは絶対取れます。2番シートに座ってるプレイヤー、今年度の WSOP メインイベント取りました。ひどかったかも今日。ボンミス3回もやってるって。だけど WPT Day1B 集中。ラストチャンスが残ってるんですよ。続けるしかないからやっぱり。おはようございます。おはようございます。やってまいりました。本日 25K アルファ8です。来たか。アルファ8って WPT のブランドの中でも年1回しか開催されないスーパーハイローラー的な立ち位置のトーナメントでして、去年までこれ5万ドルだったんだよね。今年から2万5000ドルに値下げ。半額、2万5000ならちょっと出てみようかなと思いまして、今回人生初アルファ8挑戦です。2万5000ドルって普通に考えてめちゃくちゃでかいけど、それ以上の価値あるよね、どう考えても。いや、そうなんだよね。今回ね、テレビの取材もちょっと密着が入ってまして、ロサンゼルスが3日間、そしてこの WPT が3日間、1回もチップが増えたところがね取れてないんですよ。NAPT の6位のやつ全部なくなったってこと？まあ8割ぐらいなくなった。やばすぎる。何をしてんのあなた。今年の収支どうなってるんですか今？そうなんですよ。今年の収支がプラス1万4000ドルぐらいまで減っちゃってました。プラスではある。ギリギリね。ってことは今日のトーナメントで今年の収支決まるってことあ、確かにプラスかそうマイナスかいう意味でも後がないわ。追い込まれてるってやつです。 YouTube 的にもです。 YouTube 的にもです。もうね、2アウトです。9回裏ツーアウト満塁。いや、満塁にもなってないね。ランナーなし。ランナーなし。とりあえずまずランナー出すとこから始めたい。というわけでいきましょう。2万5000ドル、まずエントリーするところから始めていきたいと思います。じゃあ正規今のでワンストライク。ワンストライクいや始まってないから大丈夫です。というわけで、はい、2万5800ドルなんですけど、なんと割引で400ドル安くなりました。なんで？開始前にエントリーすると割引が400ドル。そんなのあんの？あります。ハイローラー系はたまにあるんですよね。礼金が安くなったりとか。それめっちゃお得じゃん。お得です。というわけで旅のスタート時点では20万ドル持ってたんですけど、はい、かれこれ12万ドル以上負けてますので、残り7万5000ドルぐらい、3分の1ぐらいしか、チップが残っていないという状況で、さらにその中の3分の1をエントリーに当てたので、いよいよ万事休すです。これ飛んだらどうなるの？リエントリーです。リエントリーできるの？まあ所持金的に1回が限界ですね。マジで最後にかけすぎだろ。これに負けた場合、さすがにちょっとレートを落とさなきゃいけないんですよね。だからこれをインマネするかどうかで正直言って来年のレートも決まります。見てください。今日ね、勝てると思ってる理由があるんですよ。僕のテーブル番号、シートナンバー見てください。243番テーブル5番シート。すごっ。2345。だから何？運がなんかこれなんかあれだな、ギャンブルで負けすぎた人が最後に陥る思考みたいな。僕は本当にこれ強がりとかじゃなくて、お膳立てが整ったらと思います。でも僕は正直楽しみにしてますよ。はい、散々だったけど動画的にはおもろい。そうなんですよ。横澤チャンネルね、持ってるチャンネルなんで、上下作るのが横澤チャンネルですから、波乱万丈、山あり谷ありが横澤。山ねえじゃねえかよ。奇跡を起こしますか？僕にとっては奇跡なんてものは必然でしかないんで。悪い。悪いんかい。何も起こしてないからね今のところ。よくあれよ。多分ね、フィールドも相当辛いと思うんですけど、ここから今にします。頑張って。ちなみにずっと思ってたんですけど、ジェフはメインまで生き残ってる。残り230本。本当だ。今ねしてるっぽい。ジェフすごっ。Yeah, but we need to go deeper because we need to make a Yokosawa, a deep run. あの上です。やばい、100万点持ってるやん。120万点ある。I will sing for you on final table. You'll sing? Yeah, we will sing for you. Yes, dude. Now You remember? You can return the favor. Good luck. Yeah, thank you. You see us. See ya. Peace. Thank you. That's the chips. そうそうたるメンツが揃ってますね。強そうみんな。ほら。Oh, hello. まあこういうやつが多いですね。Dealers in Alpha Theta, if you have any players at your table, please just shuffle the deal.
くよ。はい22万6500。一回シャノン相手に今10万ドルベットしてめっちゃ緊張しました。なんであんなことができるの、この後に及んで。いやもうやるしかないんだもん。だって横沢のでかいブラフあるあるなんだけど、するまではロジックで考えたらこれもブラフ絶対しなきゃダメだなみたいな。10万この時点ではそんな緊張しないんだけど、ベットした後にすっごい緊張する。やべえ、やっちゃったやっちゃったあれコールされてたら僕のトーナメント人生終わってました。やっぱテーブルが今までと全然違うね。やばいね。まあこのレベルになるともはやみんなめちゃくちゃロジックでプレイしてるから、マジでプレー綺麗すぎるみんな。そうなんでこんなに綺麗なことあるっていうから全員ノーミスじゃん。変な話、普段とはプレイライン変えなくちゃいけないね。まあ、単純な役の強さはあんま重要じゃないから正直、ねレベルの方が確かにまあ、どういうブロッカー持ってるのかとか、いつもとは違う思考でプレイしなきゃいけないから。一回りも二回りも上のポーカーしてんな。まあ、でもやっぱこういうフィールドで物おじせずに戦えるようになったのがこの2年の僕の変化だと思うんで、戦えるところまでは育ってるなっていうのは感じますね。あとはもう集中っていうところとハンドが入るっていうところ、この2つですね。しかもこっからは結構さ、ミドルスタックとかショートスタックになっていくからより難易度も上がってくるでしょ。上がっていく、まあ、集中求められますね。でしかもショットブロックだからうっかりミスみたいなのはめっちゃ発生しやすい、今まで以上に集中が必要なんで、しっかりベストな判断をするっていうところでエッジが出ると思うんで集中していきましょう。まあちょっと休もう。はい、集中してやります。ジェフ・フェンリーノ、レッツゴー。いいな、ジェフ・フィーチャーテーブル残り152人でフィーチャーややば。なんかしかもチップ持ってそうなんだよな。いいやつも有名プレイヤーになってしまうかもしれないこれで。いやマジで優勝なんてしたらもうだってベスターなんだよ。嘘。優勝賞金5億。ついに日の目を見るときが来た。違いましたね、密着する人。まあ最悪ジェフ追っかけてもらって、最悪それで
当のラストチャンスです。マジのラストチャンスになってしまいました。トーナメントもだいぶ後半のフェーズになってきてね、20万点で入っても言うて 50BB しかないっていう状況ではあるんですけど、さすがにここでは引けないですね。個人的には今日はプレーはめちゃくちゃいい、うまくできてるとは個人的には思ってるんで、あとはでかいポット勝てればチップは増えるんじゃないかなと思います。ついにここまで来てしまったか。マジか。本当にこれがラストチャンスって感じだと思う。泣いても笑ってもだな。なんか横澤チャンネルやってきてこんなにやばい状況になったことないからさ。確かにやばい。だってこれもしこれ飛んじゃったらとか言いたくないけど、17万6000ドルまでとか行くしかないな。行くしかないです。頼むよマジで。頑張ります。全部巻き返そう。このためにやってきたと言っても過言ではない。横澤ならできるよ。任しとけ。Those 3 balls. It's too expensive.したね。残念ながらいいとこなしだったな、2万5000。でもタコ負けしてるのはもちろんめっちゃ悲しいししんどいんだけど、今までもこの挫折は何度も味わってきたなっていうのは振り返ってみたら思うことかな。たくさん勝ったり負けたりしてきて、すごい長い目で見たらやっぱり成功挫折成功挫折っていうので、大体高いレート挑戦する時っていうのは一発目は負けてきたなっていう思い出があるわ。それ繰り返してレート上げてきたなってことを考えたら、レート下げて堅実にまたお金増やすだけじゃないですか。もちろん高いレートの方がね、見てる視聴者の方々も楽しいと思うし、俺もやりたいことではあるんだけど、ちょっと堅実にならざるを得ないよね、気持ちね。今年2万ドル2万5000ドルみたいなトラメ出まくってたから、そこで結果残せなかったってことですね。この2万5000とかそのハイレートとかが勝てなかったのは運がなかった。ポーカープロとして確率みたいなのに基づいて言うならば、運の要素が多かったっていう風に言う方が論理的ではあると。
ただロジカルではないんだけど、思うのはちょっと器じゃないみたいなところがあるのかなっていうのは思うよね。プレーが良くても悪くてもついてりゃ勝つゲームなわけじゃん。だからそんなに高いレート挑戦したら毎回負けるなんてことは確率的に言ったらありえないことが起きてると思うんだけど、そのレートを打てるだけの器みたいな、身の丈に合ってないみたいなのはあるのかもしんないなとは思うよね。それこそひろきが旅の序盤に冗談で「でもさスターになっちゃうのか」とか言ってたけど、まだスターの器じゃないってことですよ。またコツコツやっていきましょう。厳しい。何回挫折させるんだ神は。まあ負けたのは悔しいけど、逆に言えば負けれるだけ勝てたってことだから、フォーカスするお金は十分残ってるんで。まあやっぱね、まだまだ俺はね見たいよ、横澤のバカでかい勝ち。やっぱ1億とか勝つとこ見たいよ、いつか。ほんと横澤チャンネルってリアルだからさ、毎週動画上げてたらなんか忘れちゃってるけど、終わりだーみたいな瞬間ってたくさんあったじゃない、言うて。これもそのうちの一つですね。まあだからこれからも追っかけさせてくれよ。追っかけてください、本当に。俺は横澤のこと追っかけ続けようと思うけど、ちょっともうテレビは追っかけてくんないかな。テレビちょっときつそうちょっだね。とテレビ。すいませんでした本当に。お願いしますいやでも仮にこれでじゃあ WPT メイン優勝しましたってなったとしたら、じゃあ2回目どうするんですかって話にもなるので、次はリベンジ編っていうものが来るかもしれないので、マジちょっとリベンジ編なんとかお願いします。いつも分かってるんです。いつもこのこの2年間ずっと勝ってるんうちのです。子はそんな子じゃないんです。引き続き冒険は続くということで。はい。ちなみにすごい終わったみたいな雰囲気なんですけど、まだあと1週間ぐらいあるんで、こっからは横澤復活編ですから。じゃあここでシリーズ終わる1回。じゃあ逆にトロフィーハンター終わり。トロフィーハンターは終わりでしょ、どう考えても。もう器編に突入しよう、次は。器を上げていく。器を上げていくっていいストーリーだなと思ったら。トロフィーハンター編終わりだねこれで、正直。いや終わりだよ。第3章完。終わりです。まあでもいいストーリーだったんじゃない。トロフィーを追い求めてるうちにトーナメントで結果残して何度もファイナルテーブル残ったし、まあ、キャッシュゲームもたくさん勝ったし、チャレンジすることに意味があるなっていう気がするから、第4章で僕が目指すべきことはハイローラーのトーナメントに挑戦するとか、ハイステークスのキャッシュゲームに挑戦するっていう。挑戦することによって自らの器を上げていくってことでしょ。そうお疲れでした。今回の旅の収支はもうほぼほぼマイナスで確定と言いたくなる気持ちもあるんですけど、実はですね、一応今日トーナメント$3000のトーナメントが今始まったところでして、優勝はおそらく6000から8000万ぐらいになるんじゃないかなというふうに。ってことはまだチャンスあるってこと。そうなんですよ。いうゲームある参加するハンドを全部取れる。よかった。でかすぎるよ。サルゲッチュずっと勝つまでハッピー。すごい人間ができて器がでかく感じる。まだまだこれからですよ。すごい。